はい、それでは今日は土曜日です。またヤギのところから始めていきたいと思います。農園通信。今日は7月の18日。それでは始めていこうと思います。長野パープルがどんどん伸びてきましたね、上まで。今年中に結構そこそこ伸びるとこまで伸ばしたい。BK シードレスもね、伸びてきたし、これはチラチラしたこれに長野パープルを接ぎ木していこうと思います。はい、これ BK シードです。なんかちょっと病気が出てきてんな。あれはなんだ、ベト病か黒糖病か。黒糖病だとやだな。外だと黒糖病かもしれないな。何か薬をやりましょう。早いな。でね、スイカはもうだいぶもぎました。これももうちょっとでそろそろもげます。こっち側も今半分ぐらいもぎてますね。もうちょっとでもぎます。そして食レポ企画のスイカの方抽選動画も作るんで、また連絡をすぐください。これ植えて生産になりましたね。生産ちょっとこっから先は7月はまあ目いっぱい4部屋もげるんですけど、8月9月10月はもう3部屋ぐらいずつ、あまりこう押し込んで入れないようにしてます。でまた11月12月11月の後半から結構詰め込んでいっぱい取れるように、12月は値段が非常にいいんで、そこは狙っていきたいと思います。はい。育苗の方も順調ですね。あ、そうだ、ジャックフルーツちょっとダメージがあったんですけど、新芽が出てきたんで良かったです。大丈夫大丈夫。またコメントたくさんいただいてるので、どんどんコメント返ししていこうと思います。コメント今週もコメントたくさんありがとうございます。ちょっと暑いね。本当に暑い。今日はね、いい天気だったんですけど、雲がこんな感じで湧いてきたりしますね。昨日とかはなんか千葉だと鴨川の方ですっげえ雨が降って、仲間の方がすごい雨だったっていう話でしたね。まあでも千葉に限らない、いろんなところがそうなんだと思います。そうだ、じゃあちょっとあれを使わせてもらおう。これこの方が楽やからな。はい、ではコメント返ししていきます。太陽熱ビニール除草の北向さん、一旦枯れるけどまた生えてきます。雑草恐るべし。確かに。でもね、根っこまで枯れるんで、生えるスピードも遅くなるんですよ、太陽熱でやると。だからなんていうのかな、普通に刈ったりするよりは全然長持ちなんで、まあ刈る方が早いですけどね。一回あれを支度するんだったら、まあ生えるたびに草刈ろうかっていうことでもいいのかもしれないですけど、まあ、あれはあれでこう暑さを味方につけてやるっていうことでいいと思います。はい、コメントありがとうございます。北向さん。本田さん。森田農園さんからいただいたメロンをプランター栽培してますが、葉っぱが小さくなってます。水加減か。プランター、肥やしはちゃんと入ってるんでしょうから、そんなにね、入れすぎてもうまくないんで、ちょっと水加減で様子を見てもらいたいですね。でやっぱり暑いとか、あとあれかな、苗が大きくなり植えるのに前に大苗を植えるとやっぱり葉っぱが大きくならなかったりしますね。あったかいし暑いぐらいなんで、そんな感じです。本田さん。イーグルさん、ブルーシートの太陽熱除草、今年の猛暑には効きそうですね。家にあるブルーシートで試してみます。ぜひ試してみてください。
ブルーシートでももちろん効果があったんですけど、やっぱりビニール、透明ビニールはすげえ良かったですね。太陽が入る方がいいのかもしれないね。ただブルーシート効くと思います。まあブルーシートだと1日とは言わず2日ぐらい置いてみた方が、せっかく支度するんであればその方が。でそのまんまにしとくと片付けたりしないでそのままにしとくと長持ちするんで、枯れたやつでこう蓋密閉さしとくみたいな。さらにイーグルさんもう1個。熱湯は効率が悪そうですね。最近の猛暑ではビニール除草が効きそうですが、農家さんに不要のビニールをもらえればいいですが、一般の人はビニールシートを購入する必要がありそうですね。除草で使用するおすすめのビニールシートとかありますか？透明なビニールだったら何でも大丈夫です。なんだったら半透明の草の袋とかでもやったし、コスト的になんだろうね、透明なシートがあればそれが一番いいですけどね。ちょっと考えてみます。イーグルさんコメントありがとうございます。そうだ、今週やっと少しやりましたよ。袋掛けまだ半分ぐらいですけど、今日明日でっていうか温室の方にも手が回ってない部分があるんで、そっちを先にやらなきゃいけないんで、はい。先週のメロン農家通信で、よう YV さんライブ配信楽しみにしてます。それにしても贅沢なカブトムシですね。そうっすね。カブトムシいるかな、見てみるか。ちょっとカブトムシ見に行こう。今週は試食動画たくさん撮ったんで、いろいろ捨ててあるんですよ。捨ててあるんじゃない、仕掛けてあります。あれ、もうない。ちょっとないな。いないわ。また仕掛けよう。またメロン仕掛けます。あっという間に食べ尽くしちゃうな。カブトムシ意外と大食いなんですよね。すぐなくなっちゃう。はい、戻ってきました。名古屋みちんさん、森田さんこんばんは。森田メロンの F2 で一番糖度が良かったのは12度でした。それで F3 に行きたいと思います。うちのメロンの F2 で12度だったらそこそこ食べられたんじゃないのかな。そんなにきゅうりっぽくはなんない。少しは甘さそこそこ感じる血糖のはずなんで、でもまあ F3 頑張ってください。どんどん台数進めて固定化を。楽しみです。コメントありがとうございます。ミネコやんばるさん、私の地方ではバナナの葉っぱを少し遠火で炙りおにぎりを包みます。とても香りがいい。そういうのもいいね。うちもバナナあるんで葉っぱの使い方ですね。はい、ありがとうございます。ロジメロン4種類の試食動画でファイヤーファイターさんディーバを植えます。いいじゃないですか。ディーバやってみてください。多分インドネシアでも萩原農場の種はどうにかなると思う。萩原農場海外の輸出もやってるって言ってた。ぜひ試してみてください。糖度が乗ります。6種類のスイカのちょっと早いけど試し切り NW のちーくん。いただいた苗たちも45日ぐらいが目安ですか。金色ラオウとスイナップル。去年食べたスイカの F2 もようやく着火が始まり出しました。チークは長野から1回家族で千葉まで来てくれて、その時にスイナップルと金色ラオウの苗をあげたんですが、それがうまくなったんだよね確か。これから今膨らんでる最中で、長野のあれが温度がいまいち分かりづらいんですけど、
先週というか今週なんとのと話して、スイナップルもやっぱ奥手らしい。金色ラオが一番奥手、晩成品種で、やっぱり50日ぐらいをめどに、でその 2,3 日早いぐらいでスイナップルって言ってたんで、スイナップルが47日、積算温度なんで日にち参考にしかなんないですけど、スイナップルが40、ウルミは来づらい品種両方ともだから、47日、スイナップル47日、金色ラオ50日みたいな目安でやってみてください。はい、やっちゃん、今日は猛烈に暑かったのでスイカ日和でしたね。がぶりついて大勢で一気に一玉食べきるのが我が家の食べ方で。そうだね、特に大玉、でも大玉スイカだとちょっと食べきれないかな。うちも午前と午後のお茶の時に冷やしたスイカを食べるようにしてますね。なんか水とかで補給するよりスイカとかで水分補給した方がなんかいいようなことをなんかテレビで見たことありますね。やっちゃん、そうだ、やっちゃんの今週のやっちゃんのメロンこんな感じです。種配り報告です。7月7日、今8時ちょっと前。見てお分かりの通り、ここに垂れた後と、とにかく虫がすごい。隣の、この子は無事なんですけど、ここ今、触りに来たので、虫がよそいってますけど、ここがね、こんなになってましたっていうのは、原因は、下についちゃってた。うちの老朽化のハウス、もうすごいんですよ。先月の風でもうこの歪んじゃっているところのこの棚が、吊ってる棚がもうこんなに重みで、すごいね、マスクメロンって重くて、これが歪んじゃって吊ってたメロンが下についてた。それでなんでこんなに虫がいるんだろうと思ったら、こんなになっちゃってました。まず第1号脱落。でもこれもったいないから後で取って切ってみる。以上です。はい、かなり大きくなってきてちょっと心配ですね。大きくすごい玉伸びがいい。でももうしばらくか。うちの4号と同じぐらいか。なのでもうちょっとちゃんとにじゃない、もうちょっとなんつうの、そのまんまもうこれ以上作業はないと思うんですけど、見守って病気が来ないようにね、最後まで乾燥することを祈ってます。また来週も教えてください。はい、水圧で井戸掘り動画、荒川正治さん、この採掘方法が一番いいみたいです。土を掘り起こしの方法は重機がいり大変だ。他の方法はほとんど土を掘っています。そう、昔はね掘ってたんだけど、やっぱり掘るんだったらこれでいければいけるとこまでは行っちゃって、さらにその先がいけないところがあるんであればあれですね、もう掘るみたいな感じで、どっちにしろ掘るっつってもね、上総掘りみたいにああやってやっていくやつで地味にやっていくやつだと、そんな深いやつはいけないからね。浅井戸だったらこの方法が最強だと思ってます、自分でも。はい、今週は間に合わない。盆前に3本頼まれてるんで3本井戸掘っていきます。その動画も全部撮るんでまた見てみてください。123、最低でも3掘ります。マンゴスチン発芽させるドリアンカカオボーイさん、これちょっと待って、これ英語だ。発芽させるには湿らしたペーパータオルで包むのが最適です。その前に種子を徹底に清潔にしておく必要があります。夜間の気温が80度以上であれば発芽には2週間かかります。アメリカだとするとカシだな。
華氏80度、華氏80度、摂氏、華氏80度、華氏、華氏80度、華氏80度、26.7 度。華氏80度は 26.7 度。だから今ぐらいの気温でやればいいってことだね。ちょうど今苗冷やしてやってます。アドバイスありがとうございます。ドゥリアンカカオボーイさんありがとうございます。Thank you。次。先週のメロン農家通信でアイスクリームさん。貴重なアドバイスありがとうございます。水耕は狭いベランダでも 9.5 キロの大玉スイカを収穫できるくらいのパワーがあり、とても楽しいのですが、市販の培土をそのまま使った袋栽培や、12号ぐらいの鉢を使った栽培もやってみたいと思い、ちょうどいろいろ資材を物色してました。割といろいろこだわりタイプなので、やるなら土とか肥料も自分で選んで配合してみたいとも思ってます。それが一番楽しいです。それをどんどん発展させながらやっていくのがいいと思います。森田さんの肥料動画なども拝見させていただき、やっぱり単純な88などの化成肥料より有機のぼかし肥料などを使いたいと強く思いました。土でのメロン栽培は未経験なので不安もありますが、森田さんの一連の栽培動画を何度も見直して基礎を勉強しようと思います。来年は、土と水耕両方で頑張ります。水耕の水のこのやり口ができれば、土の方が水はそこまでシビアじゃない。土がこうある程度許容してくれるんで、水耕ができれば土の方が多分簡単だと思いますよ。で、特にカッター培土とかでやれば病気のことも心配ないでしょうし、大丈夫です大丈夫です。絶対水耕がやれればやれます。アイスクリームさんありがとうございます。苗木欲しいです。育ててみたいです。カズオマッキーさん、そっか。じゃあカズオさんに1本用意します。じゃあカズオさん、公式 LINE の方に連絡ください。それでちょっとやり取りしましょう。はい。次、大玉スイカの試し切り。山夏さんお疲れ様です。自分も食べたくなって大玉のタシチュ42日で収穫しました。重さ 10.2 キロで糖度計がないため分かりませんが、種も黒くなり甘かったです。森田さんのスイカを食べてみたいので食レポの、ちょっと抽選になっちゃったんで、抽選動画早々にもうもいでるんで撮るんで、っていうかまだ抽選もしてないんですけど、して撮ります。そしたら連絡ください。食レポ。はい。ミネコやんばるさん、数値も大事ですが自身の味覚で決めたいな。早くスイカ食したいです。スーパーでは、糖度10度から11度、それでもスイカ好きの私は満足しています。普通10度が普通に普通のスイカのそこそこのスイカの水準、12度あればかなりうまい。もうそれ超えてくると結構甘いっていう感じですね、スイカに関しては。ファイヤーファイターさんはココメロンの収穫、健康的で爽やかそう。ココメロンっていうんだね、インドネシアだと。へえ、スイカうまいっすよ。スイカ世界中でやってますからね。日本に来たら食べさせますよ。っていうかスイカのシーズンじゃないとな。でも抑制スイカもチャレンジしようと思うんで、ぜひ日本にいらしてください。ファイヤーファイターさん、取りまかし。ダイソーのブルーシートの除草、たったこれだけなら、北向さん、たったこれだけなら草刈り機で10分以内で買ってしまいますよ。確かにその通りなんですけど、これ根っことか種まで枯らしてくれるんで、次が来るのが遅くなるっていう利点はありますね。草刈りバーって草払っちゃえばもうこんなの1分2分で終わるんでしょうけど、そうですね。でも広大に広いんなら草払いいいですけど、
ちょっとぐらいの面積だったらこれで試してみたら意外と長生きするということでいいと思います。試してみてください。北向さんありがとうございます。太陽熱ビニール除草でイーグルさん、水をまいたらよく枯れるという動画もありますが実験してみましたか？じゃあ今年のテーマはそれでいくか。今回除草剤をしっかり効かしちゃってあるんで綺麗なんですよね。でも除草剤なんでそのうちまた生えてくるんでどっか草の場所を作って水をまいてビニールとか何かでビニールで覆ってどれぐらいの差が出るかみたいなのもちょっとやってみようと思います。アイデアありがとうございます。イーグルさん。スイカ栽培試し切りグルーブさん、ラオウを栽培中です。巻きひげも枯れ上がってますが交配40日ですのであと10日待ってみようと思います。いいね、いい判断。ラオウ系統はやっぱり50日近くかかると思いますって感じだったな。なんとか言うには45から50でしょうね。ピノガールの方はバッチリのタイミングで収穫できました。いつも楽しい動画を。ピノガールもなんとの小玉だよね。小玉だともう35日ですね。はい。桜満開さん、森田さんの動画を見るようになり私もスイカ栽培を始めました。金色ラオウ一苗に5つる3果、させた影響か先に結実させた40日目の方のひげづるはまだ枯れてないのですが35日目の方はひげづるが枯れ前後のひげも枯れている、収穫が必要なのか悩んでいます。まだ音はカンカンで硬い音がします。簡単なことしか書いていませんがひげはねそのタイミングであれする場合があるんでひげは当てにしないでやっぱり日にちをでやってった方がいいんじゃないかと思います。なんとさんに聞いてもやっぱり日にちでいつも言ってくるんで暑くなればこれからの8月の時期だと積算温度で考えるとちょっとは早くなるんでしょうけどはいそんな感じですね。50日目指してみましょう。あれだったら45日以降で金色ラオウ一番晩成の品種らしいのではいそんな感じです。コメントありがとうございます。ロジメロンのそれこそさロジメロンの酪農テックの子たち2人いいあんちゃんたちだったね。彼らの農場に井戸掘りに行った動画もあるんでそれちょっと編集してまた出します。で彼らもまたいろいろ来てくれるそうなんで、同じ千葉県で YouTube やってる者同士ちょっといろいろコラボレーションしたいと思います。僕も南房総の方に行こうと思います。はい。やっちゃん、急に猛暑になったので水の蒸発が早かったんですかね。焼けたと言っても仕上がりのタイミングで最悪を免れたと思います。今回は酪農テックのお二人と一緒で、賑やかそうで楽しそうでした。そっか。そうね、このさ収穫動画の最初に僕ベロッサを焼いちゃったんでね多分そのやつでやっちゃんのさっきの動画の方もの後にもちょっとダメージを受けたみたいな話があるんでまたそれはそれで後ほどやっていきます。はいやっちゃんコメントありがとうございます。本田さん暑い中動画ありがとうございます。いえいえ好きでやってることです。見てまた見てください。お願いします。ロジメロンの動画ロジメロンの動画ね意外とねグッドボタンとコメントが多くてすごく嬉しい。ちーくんさすがノーチューバーを迎えただけあってかなり的確な食レポな気がしますね。森田さんでもミスることに変な安心感を持ちました。我が家のメロンも明日明後日ぐらいから後輩になりそうです。追ってレポ入れますっていうのが2日前なので今日ぐらいから後輩ですか。今日だと18日なんで10月か9月か9月10日ぐらいですね多分。
9月10日ぐらいまで頑張ってやっていきましょう。長野も暑くなるでしょうからね、これから。としひろさん、お疲れ様です。ラグノテックのお二人との食レポ楽しそうですね。どのメロンも美味しそうですね。来年は萩原農場さんのディーバをトンネルとポット1本仕立てでチャレンジしようと思います。今年は農薬散布の効果で害虫被害もなく順調に生育し、毎日メロン三昧でメロンシェイク、メロンソーダを作り楽しんでいる。ああ、よかった。としひろさん、うまくできたんだね。よかったです。グッドです。2人ね、ちゃんとにね、声を張って撮ってくれるんで、もう安心感。なんだったら声の大きさとか負けてたりするぐらいで、さすがです。彼らも。としひろさん、ありがとうございます。暑すぎてメロンの雌花がつかない動画に A ちゃんさん、雌花はたくさんついていますが花が開きません。実はぷっくりとついていますが花がしぼんだままなのです。待ってて咲かないのかな。そのまんまで雌花の脂肪が黄色くなってきたりするようだともうそれはダメなんですけど、咲いて多分落ちちゃうんだとしたら水が甘すぎるか水が辛すぎるで芽がついてるってことであれば栄養成長に傾いてるわけじゃないから生殖成長になってるんでしょうから、そこいらは問題ない。あとは水かもしくは薬害の心当たりがなければ水のバランスを考えるしかないのかな。であとそうだね、でも暑すぎるっつうのもうちも日よけとかしてないけど普通に行ったんで行ってるんで今のところ多分だからハウスでやってるのかどうかってところもあるかもしれないですね。もうちょっと情報が欲しいです。初めてのプランターメロン栽培。プランターだからあれか、普通に路地かベランダとか路地とかか。だとしたら水関係、水が少ないか多いか、矢後の長さはどれぐらいなのかとかっていうことをまた教えていただければもうちょっと詳しく話せるかもしれないです。A ちゃんコメントありがとうございます。すいません、まだちょっと、もうちょっと情報ください。お願いします。釣り吉やっくん、祭り林37の初収穫でした。 11.2 キロで糖度14度です。すごいじゃん。1キロは糖度14、すごいよ。祭り林は確かにうまいスイカで14度、祭り林で僕も14度は出したことないな。素晴らしい。グッドです。まだ先がある。最近受粉しても親指大のスイカの子を噛んだり、茎の先、先端から20センチのところを噛み切って成長点が切れることが頻発しています。葉っぱも茎がかじられます。毎日以外にあって運用が良くないとスイカは成長できません。殺虫剤でカメムシやバッタは減りましたが被害は続きます。カメムシやバッタね、予想できる虫や小動物はありますか？もしかして畑で見たことないですけど、ネズミ、さつまいもも初めて植えたせい。ネズミとかだともう厄介ですね。でもネズミだったらもうペッタンですね。ペッタンでどうにかするしかない。でもね、うちもね一回ね数年前に大きい温室でコメロンがこうかじられるっていう事件が発生して、赤外線っていうか固定のカメラをやってたらネズミが映ったんで、ネズミペッタンで撮りました。そしたら大丈夫だった。コメロンをパクパクパクってコメロンだけやられて、葉っぱはやられなかったですけどね、コメロンかなりやられましたよその時。もうネズミだったら取るしかないですね。であとはバッタ、カメムシ、甲虫類か。甲虫類とかだとやっぱり有機リンかな。有機リン系、マラソンとかそういうやつでちょっと嫌がらしとく。
有機リン系の材ですね。それ1回打っときましょうか。押すとちょっと違うかもしれないですね。はい、釣り吉くん、コメントありがとうございます。うどんこ病の物江義信さん、吉信さんかな。ベト病の農薬も教えていただきたいです。また殺菌剤と殺虫剤を一緒に混ぜて噴霧してもいいでしょうか。僕毎回殺菌剤殺虫剤混ぜてますよ。でしかも葉面散布剤も混ぜるし、1回やる時にちゃんとに殺菌も殺虫も別々でやるの大変なんで混ぜてやっても大丈夫です。ただ混用事例とかが農薬によってあるでしょうから、相性がそれネットで調べれば出るんで、使いたい材同士の混用事例を調べてやってみるのがいいと思います。アルカリ性とか酸性の薬剤を混ぜて使ったりとかはうまくないんで、特にそんな最近混用で難しいっていうのはあれ銅剤ぐらいですかね。銅剤はもう単品でやらないと相性が混ぜられる材とかあまりないんで、そんな感じです。大丈夫です。でベト病は結局 TPN ダコニール、メロンで言えばダコニールで対応します。でうちでベト病はあまりメロンはそんなに出ることがないんで、ベト病っていうとベト病を気にしてそんなにやることはないんだけど、ダコニールとか、自慢大山、そこらがベト病対策でやる剤ですね。はい、コメントありがとうございます。名古屋みちんさん、森田さんこんばんは。高見レの着火30日目の 1.9 キロのメロンが吊り下げてた紐が溶けて転げ落ちてしまいました。あら残念。しかも 1.9 キロ、やべえな、でけえな。そんな何かもついてないのかもしれないですね。うちも4つ鳴らしててまともになったのが1つだけのやつとかはもうすごい3キロ近いでかいやつになっちゃって、1個しかないから、そんなのもありました。はい。水圧で井戸掘り、土地から直接穴開けする方法が一番いい方法のようです。他は重機で穴を開けては大変です。未開発で水がない地域ではどうかな。水がない地域でも運んでいきますよ、僕たちは。1キロとか500リッターとかのタンクに水運んで、軽トラとかトラックに水やって持っていきますね。あとは電気がなくても別にエンジンのポンプなんでこうタンクで運んでってやれば一番いいかな。その方が普通に掘るより水運ぶぐらいの方、距離によるけどね、水の方が楽だったりするんで、是非荒川さんまた試してみてください。ありがとうございます。コメント。よう VY2XG さん、メロン、スイカ、ブドウ、バナナときたら次は森田さんの作るマンゴー栽培が見たいです。よろしくお願いします。マンゴーか。マンゴーはね、メキシコのビーナスっていうアップルマンゴーがあるんですけど、それがすげえうまいんですよ。でそれが大好きなんでね。でマンゴーか、悪くないけどちょっと考えます。チェリモヤもちょっとやってみたいなと思ってて。はい、コメントありがとうございます。最後、今週ルナノロスタさん、千匹屋メロンの動画をきっかけに楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。去年から実家の畑の、でスイカを始め、何も分からず母のおすすめ小太郎5株から1株枯らしましたが大満足。今年のスイカはラオザスイート5株と金色ラオウ1株。先週から収穫が始まり、大玉の魅力にはまりそうです。シャリ感が素晴らしいですね。確かに僕も大玉大好きです。3月に赤のラオウを種まきしましたが、週末しか畑できず枯らしてしまいました。今後は黒玉が気になります。うちで今年は黒玉あれしかやってないですね。ムーンフラッシュ、悪い出来じゃないですよ。ちょっとスイカあれしようか。終わったからこっちでスイカもいでるんで、
スイカ見てみましょう。ちょっともういいやつ。もうね、倉庫の涼しいところにしまってあるんですけど、試食やろうと思って、これだけ。NW は全部もういいで、ムーンフラッシュももうほぼ、あと 1個2個。これが TK ですね。TK40。ちょうどいい音かもしれない。これがちょっと重い音だけど。うん。もぎ時的にはここもこうぷくっといってるし、全部悪くないかなと思う。はい、そんな感じで、今週もやってまいりました。袋掛けまだ半分しかできないんで、今週こそはこの袋掛け完成させます。そして高見メロンの収穫が終わったんで、次はあれでいきます。メロンの手入れして袋掛けやったら芝生狩りやらないとまずいです。それとあと丸刈りくんっていう草刈りのこの何ていうんですかな、チップじゃないでナイロン紐の丸刈りくんをちょっと魔改造していい感じにしたんで、その動画も出せればなと思うんですけど、まあてんてこまいなんで終わり次第やってみたいと思います。今週も皆さん見ていただいてありがとうございました。来週は今言ったようなことが全部できているように、来週の土曜日にまた配信動画を作りたいと思います。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。